学生時代の思い出話しましょうかいね。中学で方向性が変わったと思ってんのね。みんなはもう普通にこうやってガーって脱ぐんだけど、私なんか着替えてる時にもうめっちゃ見ちゃうみたいな。やば。なんかココニの後であれだけど、俺はなんかすごい恵まれていた。でも私もそうなんだよね。結構そう多分俺とココニは結構恵まれてる方だよね。なんか結構うちらって要するにおかまちゃんって言われていじめを受けるっていう子って割と少なくないと思うんだけど、いるっぽい話を聞いてる。そうでもうちらほんとそういうのなかったよね。全くなくて、じゃあ私でも一回ねいじめられたことあるんだけど、単純に性格が悪すぎたの。私のそう小学校の時に本当に性格が悪すぎて、もうおかま関係なく人間としていじめられたから、だからなんかそれはもうおかま関係ないです。本当におかま関係なくいじめられてるんで。ただ本当性格悪かった。今でも思うもん。俺も小6の時、小6の時にマジで友達いなかったです。性格悪すぎて魚の糞みたいなやつでした。なんか人気のあるなんていうの、金魚の糞、人気のある人のそばにいればなんか自分強いみたいな。わかるよ最悪でしたね私。でもなんか揉まれると丸くなるというか、いやほんとそれこそ中学で行ってだいぶ変わったよね。なんか失敗するなら若いうちですマジで。いやほんとそう。それはもうそれを早々のうちに気づけたのはラッキーだし、あとは自分の性のことで悩んでたから尖れなかった。これ以上自分が目立ってしまってもなんか怖いみたいなのが自分はずっと中高であったから、当たり障りないところをなんか探ってそこにいることが多かったっていうのもあって、周りは見えるようになりましたね。じゃあ動きを見てる、今この人何考えてるのかなみたいなのを気配りができるようになった。よく言えば、けど悪く言うとそればっかり。そうだよね。人の目ばっかり気にしちゃう、ね、そう人の目ばっかり気にする時期が長かったです。しんどいよね。めっちゃ疲れます。そうすると好きなことできなかったりするしね。そう人の目ばっか気にしてると。そうなの。だってじゃあダンスやりたい、いやでもこんな僕が頑張ってても笑われるとか、そういうことに走っちゃうんだよね脳みそ。この洋服着たいけどちょっととか。髪の毛だってそうじゃない。そうだよ。俺髪セットだって今だから何でもできるけど、なんか恥ずかしくなかった、こんな俺がセットするのみたいな。思う。なんかいつもこうマッシュ遠くから見たらヘルメットみたいな。本当に垢抜けたよね俺ら。ジュイー。専門学校で多分結構垢抜けれた気がする。私ほぼ女子校だったんですよ、専門学校が。で私ポツンって一人いる感じで、専門学校通うにあたってなんかメイクの学校だったんでメンズは少なめみたいな、で最初の半年間は4つのクラスの人が全員合体やってるみたいな。で半年後に4つのクラスに分かれる。メイク、ファッション、ネイル、エステに分かれるんですけど、ファッションのとこに男の子1人いたんですけど、もうメイクになってから私以外全員女の子みたいな。なんか別にそこでなんか言ってくる子もいなく、みんな優しく受け入れてくれたし、私がなんか15センチぐらいのヒール履いて学校に行ってもどうした馬みたいだねファッションの街にあった学校だったんで、いろんなファッションの人がいてすんごい刺激を受けた。なんだろう、いわゆるさ普通じゃないというかメインストリームじゃない。そう、原宿だったんですけど、もう行ったらすぐ分かると思うんですけど、なんか多様性の街って感じだった、そこでいろんな人のファッションとかメイクとか吸収できたから枠抜けられたのかなって思う。そう、言いたいことが一つあります。はい、お願いします。学校に入って、もちろん男子トイレと女子トイレしかなかったんですよ、その学校に。でも私が入学して1ヶ月後ぐらいにオールジェンダートイレっていうのを作ってくれて、私のためじゃんこれと思って。そんな早いことある？そうだから、でも超簡易的ではあったんだけど、なんかそこだけ一つの個室をそれにして私専用にしてくれて。私専用ではないやば私専用ではないんだけど、オールジェンダーの人が使える、そうトイレ作ってくれて。もしかしたらさ、ココニの前にもさ実はいたのかもしれないしね。いやね、1個下の学年にいた。なんか健康診断の時に男女分かれるじゃないですか。そうだよね。そうで、気まずいですよねみたいな言われて、先生に自分は気まずいよね。だってね、そう、ちょっとみたいな言ったら、じゃあ男子と女子の間の時間でやりましょうみたいな。優しい。言ってくれて、ありがとうございますっつって、でそれを受けに行ったら多分私と同じ感じの子で、なんか2人で受けるみたいな。へえ、いろいろ話せた？
あんまり話せあんまり話せてないかも、初めましてだったんで、もうそうやって制作してくれたらね、なんか本当なんか幸せな環境だったなって思う。ドゥイーなんかさ結構しんどい思いをしてる人いるじゃん、自分の性のことで。そういうのはさどうしたらそっちにあんま意識がいかないんだろうなと思って。ココニと俺ってそれどころじゃなかったのもない？なんかもう家族が結構カオスだったよね。結構イレギュラーな家族構成ではそうあったかもしれないね。良くも悪くもイレギュラーで、自分のことばっか気にしてたら家族との関係値を持てなくなるみたいな感じだったから、どんな家族って思ってるよ多分。どんな家族だと思う。マイナスなことばっかじゃないんだよね、同じぐらいプラスもあるんだけど出来事が多すぎたよね。多かったね。だって本当に家族しか家にいないことあんまりないみたいな。誰かお客さん来てたし、お母さんがね寂しがり屋なんで、なんか良かったのかもしれないね逆にそれは。それもあるかも。確かになんか家族も僕らがちょっと特殊なことをしようとしてもあまり気になってなかった。メイクとかってこと？なんかメイクとかそんな洋服着るんだみたいな。確かにね。なんか瞑想時期って絶対みんなあるじゃないですか。その時期にみんなそれぞれのことで忙しすぎて、どうしたとかやめなとかなかったよね。なかったね。劇団四季みたいなメイクしてる時期もあったけどだし普通にねショーとかじゃなくてショーでもないけどすんごいもうこんなアイラインみたいな、でもう真っ青なカラコンでタピオカ屋さんやってる時もあったけど何も言われなかった。伸び伸びだったのかもね。うちのパパが特にでもそうじゃない？そうなんですよ。ドゥイーココニが何歳の時？16、僕が19の時にココニはパパのお家に逃げました。で僕はお母さんの元に逃げました。でパパの方が割とこうお気楽さん、話し飼いみたいな感じ。それでいうとうちのお母さんも話し飼いなんだけど、良くも悪くもあんまり口を出さないのがパパ、で良くも悪くも口を出すのがママ、分かりやすく言うと、そうね、ほんとそう。だからメイクとかはママの前でできなかった最初の方。だって化粧水気にしてるだけでなんかもう男なのにみたいな。そう割とそういうタイプだから。最初はねそんな感じでしたママも。でもやっぱその中途半端な行為とかがやっぱママ嫌いなの。だからもう振り切るんだったらもうここまでちゃんと行きなさい。だからもう振り切ってからはすっごい協力的だし、それこそ成人式の時に振り袖着たいって言ったらもう全面協力してくれたじゃん。やっぱ身長高いから買ってくれたし、旅も足大きいじゃん。お姉ちゃんから成人のお祝いでもらって、違う草履下駄草履だよ。どっちでもいい。そう何でもいいんだけど、草履かなもう買ってもらって、もうすんごい可愛い成人式になれたし、めっちゃ可愛かった。ドゥイーてかね、どうしたらいいか分かんないんだと思うマジで。僕も彼氏を紹介してからは何もかもがめっちゃスムーズだし、でもさ極論家族いなくても楽しく生きていけるじゃん、なんか家族に言われてるからマイクできないですみたいなのがで我慢して一人で暮らせるようになったら、ね、会わない時にやればいいしとか。スカート履けないとかさ絶対あると思うけど、一回履いちゃえばこっちのもんだから。それがさ履いてさ手出されたりするわけじゃん。お前何してんだみたいな、無責任なこと言っちゃいけないんだけど。そうだよね、私はそうでした逃げました。そう逃げるのも一つの手だ。マジそう思うよ。お気楽に考えた方がちょっと、そう意外と気楽に考えて良さそうです、なんかあと2年我慢したら一人暮らしできそうだしとか、可能性に期待を抱いて勝手に頑張ってたらどうにかなる、でも誰かに期待をするのは絶対に違う。自分で頑張って気づこうとする未来に期待をするのはめっちゃいいけど、赤の他人というか期待を抱いちゃいけない。人に期待する気持ちもすんごいわかるけど、人に期待してね苦しい思いの方が俺多かったからさ。すごいわかる。でも決退しちゃう。大ちゃん今日タクシー乗るかなとかそういうのはさいいじゃん。そうだから今日歩くのかな、タクシー乗ってくでれないかなもそれでみたいさこんなちっちゃいことでもさ今日は違うよって言われたらさちょっと落ち込むじゃん。落ち込む。歩くのほらだから期待はしちゃいけないんです人に。以上です。それは本当に喋りすぎだからめっちゃ喋っちゃったね。だから大丈夫？足りないことない？なんかこれ言ってないみたいな。ここにはさ結構まだみんな知らないことの方が多いからさ。そうだよね。なんかしたっけ私生きてる上で。ネイル変えました前回から。折れちゃったんだよね。そうでももう3日しか経ってないの折れたの。でもこれ地爪なのみんなすごくないですか？スカルプじゃないんですこれ。なんかクッパみたいなね。もうでしたはいじゃあまた思い出したらそうですね。動画でおまた話ししましょう。なんか多分うちら語るの大好きなんで。めっちゃ好きです。ドゥイーはい
というわけで今日はこれで終わりです。はーい、おしまいです。あ、美味しかったです。ゴンチャとっても。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。皆さんありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。